皆さんこんにちは、ホニックスです。今回は登録者が1000人突破したのでスレッシュの解説をやっていこうと思います。前回から2週間しか経っていないんですが、登録者1000人突破できました。ありがとうございます。今回もですね、かなり詳しい内容になっていますが、初心者の方でも分かりやすいように丁寧に編集しているのでぜひ見ていってください。それでは早速 Q の狙い方から解説していこうと思います。まず1つ目は、敵が壁際に寄ったところを狙う方法になります。壁際を歩いている敵は動ける範囲が限られているので、このようにど真ん中で狙えば確実に当てることができます。このように壁側に自分が寄って角度を調節することで同じような状況を作ることもできます。そして2つ目、敵が避けた先を予測する Q。これはとてもシンプルで、最大射程で Q を狙うときに有効な Q なんですが、ほとんどのプレイヤーは Q を見たら避けるムーブをしてくるので、この Q を打っていれば体感3回に2回は当たるような気がします。敵との距離と Q の弾速を計算して打ってみましょう。3つ目は最大射程で狙う Q。これは射程ギリギリで狙う Q で、遠いところから飛んでくるので敵が気づくのが遅れて当たりやすくなります。しっかり自分で射程を把握していないと難しいんですが、できるようになればこのようにスペーシングからの最大射程で当てたりもできます。4つ目、ブリンクやフラッシュ持ち相手の仕掛け方。ブリンク持ちに Q すると普通に避けられてしまうので、いいから入ってブリンクを見てから Q しましょう。このようにすぐに Q しないといけない時もあるんで、その時はブリンク先を読むしかありません。それ以外には敵の動きをよく見て、スキルを打ったりウォーターアタックをした瞬間に Q を打つという狙い方もあります。これはよく見てないとできないんですけど、できたら Q 狙える状況が増えるんでどんどん狙っていきましょう。あとはチャンピオンの当たり判定は足元にあるので、このように Q を当てることもできますし、敵がスキルを狙うのに必死になっている時に、敵にさせられないようにミニオン越しフラッシュ Q をしたりすると当たったりもします。次は CC チェインの解説になります。 CC チェインというのは CC がかかる時間が被らないようにすることを言うんですけど、なぜこれが大事なのかというと、拘束時間が長くなることで味方が殴れる範囲に敵がとどまる時間が増えて、その結果殴れる回数もダメージも増えるということになるからです。なので味方がどうすれば一発でも多く殴れるかを考えながらスキルを使いましょう。そして次はレーニングについての解説になります。今までは Q の狙い方を説明してきましたが、狙ってはいけないタイミングもあるんですよね。例えばこの場面、ミニオン状況が悪いのにルリン Q を振ってしまい、僕も状況が悪いことに気づいて E は残しましたが、結果は Twitch にキルされました。この場面を見て分かる通り、当たるからといって打てばいいというものではないんですよね。仮に味方が流れたとしても、その後のことを考えなくてはなりません。この場面では Q を振ればルシアンに当てることができますが、ミニオン状況と波の Q、そして敵のジャングルがボットサイドであることを警戒して狙えませんでした。レーニング2つ目は物資を活用することです。これはバードの動画で詳しく説明しましたが、スレッシュも同じく物資を活用すれば簡単に勝つことができます。この場面では物資を取っていたことでアフィリオスが CS を取るタイミングで仕掛けることができて2キルにつながりました。ケイトリンのような射程の長い相手でも物資を取ってさえしまえば、このように殴られずにミニオンを殴ることもできます。そしてレーニング3つ目は甘えを許さないことです。敵のサイオンがスキルを落としたのが見えたので、しっかり E で殴りに行きます。この場面ではユーミが E ではなく Q 取ったのを見て、すかさず E で仕掛けに行きました。スキルを適当に使ってくるサポートがいたら、このようにしっかり仕掛けましょう。相手のレーンは終わります。あとは一つだけ覚えておいてほしいスキルコンボがあります。 QRE コンボです。これは自分が入っていかなくても R を当てることができるので、いろいろな場面で使うことができます。ここからは集団戦の立ち回りについて解説していきます。サポートはやることが少ない分、状況を把握しなくてはなりません。例えばこの場面なんですけど、 J4 とガレンがアーリスインを挟もうとしているので、ティーモはスルーします。そしてスウェインはそのまま倒せそうなのでスキルは残し、結果そのスキルでアーリまでやることができました。そしてもう一つの場面では、戦闘しつつもカメラを動かして全体の状況を把握して、まず MF のウルトを止める。ジェイスがバックラインに入ってきそうだけど、ジンとアリは育っているので勝てそう。なので継続して MF の邪魔をする。こんな感じで状況をしっかり見て何をするか決めなくてはなりません。あとはオブジェクトを触るタイミングでファイトするのか取り切るのか判断しなくてはならないんですけど、
基本的には敵が来たら戦わないといけません。なので視界をうまく活用して寄ってくる敵を Q で捕まえましょう。スレッシュは初手でも見返りを積めるチャンプなので、構成を見て必要な時は積むようにしましょう。サポートとしてアイテムだけで影響力を出せるのでめちゃくちゃ強いです。今回の解説はここまでになります。もっとこういうことが知りたかったなどあればコメントで教えてくれると嬉しいです。次は2000人突破した時にまた解説動画を作ろうと思っているので、チャンネル登録よろしくお願いします。ありがとうございました。